世界中で吹き荒れる BTS 旋風。止まることを知らない人気を誇り、今や誰もが知る存在となりました。今回は、そんな BTS の気になる今後の活動内容についてピックアップ。解散なんてとんでもない。今後は防弾おじいちゃんになると宣言したメンバーの真意に迫ります。7年目のジンクスを打ち破った BTS。突然ですが、皆さんは7年目のジンクスをご存知でしょうか？ K-POP では7年目という数字は大きな節目と言われていて、アイドルやファンにとって緊張感が漂うタイミングです。その理由として主に挙げられるのが事務所の契約年数。韓国の芸能事務所では基本的な契約年数が7年とされています。そのため、契約のタイミングという一つの区切りとなっていて、グループの存続や形態の変化に注目が集まります。日本ではあまり馴染みのないことですが、K-POP 界では重要な分岐点になるわけですね。華やかでパフォーマンスのレベルが高い分、寿命が短いと言われている韓国のアイドル。それだけ高いクオリティを維持し続けることは困難なのです。他にも、この区切りのタイミングで、方向性の違いなどがメンバー間で出てきたりするため、7年で解散を迎えるグループも珍しくないそう。どのグループでも、ファンは一様に不安になるでしょうね。そういった理由から K-POP 界に存在する7年目のジンクスですが、実は BTS は契約を残り1年以上も残した状態で、すでに再契約を済ませていました。あまりに早い段階での再契約に心配する前に胸をなで下ろしたアーミーも多かったかもしれませんね。誰一人メンバーが欠けることなく、14年間同じ事務所に所属することは韓国アイドル史上初めてなのだとか。BTS の仲の良さ、絆の深さは伊達ではありません。解散はないと思う理由。2018年ママ授賞式でのスピーチで、ジンが解散危機について語ったエピソードは、アーミーの中であまりに有名です。そんな解散危機を乗り越え、7年目のジンクスも打ち破って活躍を続ける BTS。2021年7月に公開された Amazon Music のインタビューでは、無事にデビュー8周年を迎えたことについて、RM が7年を超えることができてすごく嬉しいし、すごく意味がある。最高の誕生日でしたと語っています。こんなにも違う7人が7年も一緒にやっていけるのかと、最初は不安だったと話すジンは、その違いが相乗効果を生み、お互いを補い合いました。だからこそ、8年も一緒にやってこれたんだと明かします。メンバー同士で尊重し合っているからこそできることですよね。この Amazon Music のインタビューでは、見ているアーミーが BTS は解散しないと安心できるような今後についても語っています。メンバーは一体どのようなことを話してくれたのでしょうか。今後も7人で活動したいと発言。この先10年後、20年後、30年後、一緒にパフォーマンスしている姿を思い描くことができるとのインタビュアーからの質問に、まずは僕たちの健康次第ですと答えるテテ。ごもっともです。何をするにも体が資本ですからね。続けて、ジミンが、僕は正直踊れるとは思えませんと笑います。超絶ハードだと言われる BTS のダンスですから、いくらメンバーといえ、と40代、50代になって踊るのは無理があるかもしれません。真摯にダンスに向き合う自民らしい回答です。話を聞きながら、防弾少年団という僕たちの名前は、年齢の変化の可能性を考えていなかったよねという RM に、でも少年団なんだから、その若さを保たなければならないんじゃないですかと純粋に問うてて。すると、RM はいつかはその変化を認めないとねと優しく微笑みました。RM の発言には底知れない安心感がありますね。年齢を重ねることで、
その時に応じた BTS の魅力を見せてくれそうです。すでに大人の色気が増す7人ですが、この先は一体どうなってしまうのでしょうか。シュガは楽器を弾くバンドをやろうと新提案。ジョングクもダンスはわからないけど歌は続けたいと思いますとアーティスト活動に意欲的です。どうすれば長い間ミュージシャンでいられるのかリサーチしないといけないねとシュガがメンバーに声をかけます。シュガ自身は現在でもプロデューサーとしても活躍していますし、もともとは楽曲制作等のプロデュース側を志望していたため、BTS でいようとする気持ちが染みますね。続けようとする姿勢だけでなく、7人で活動しようとする気持ちが、アーミーにとっては何より嬉しい。メンバーの話を聞き、長い間続けたいからこそ、この話をしていますと語る RM。7年目のジンクスを乗り越えてきた今だからこそ、この先の未来が想像できるのだと明かしていました。7人の気持ちが一丸となっている様子が何とも素敵です。将来は、防弾パパや防弾おじいちゃんになると発言。インタビューの中で、防弾少年団という名前について言及した RM でしたが、今 BTS は防弾少年団の略称だけど、いつかは防弾パパや防弾おじいちゃんになるかもしれません。今から20年とか30年後にはね、と爆弾発言。そして、はっきりと、それが僕たちのやりたいことですと、前を見据えて話してくれました。RM の話に、静かに耳を傾けたり、微笑んだりするメンバーそれぞれの表情も印象的です。インタビュアーから、僕は防弾パパがいいと思うよと言われると BTP 行こうとメンバーは楽しそうに笑っていました。相当パワーワードですね。防弾パパには複雑なファン心から賛否両論が巻き起こりそうですが、グローバルスターとなった今、BTS メンバーが普通の暮らしを手に入れることは難しいはず。そんな中でも許される限り、彼らが望むように突き進んでくれるといいですよね。生活や立場など、今の彼らと180度状況が変わっても BTS を続けていく思いを抱いてくれているというだけで、すごく誇らしいことだと思います。防弾パパに防弾おじいちゃん、最高じゃありませんか。これまでも数々の新しい記録を作ってきた BTS なら叶えてしまう気がします。そんな風に新たな時代を切り開く BTS の存在がロールモデルとなることで後世にまた新たな可能性を生むのでしょう。彼らがやりたいと目標にしていることですからぜひとも応援したいですね。現状の圧倒的な人気についてシュガは物事に対して変化はつきものです。スポーツ選手だって人気の時期が過ぎれば一線から退かねばなりません。それは歌手にも言えることです。だから必死にしがみつくんじゃなくて今できることを一生懸命頑張っていますと淡々と語りました。同じように出てもプレッシャーを感じながら今どれだけ人気があるのかを測るよりもプレッシャーのない状態で僕たちが作りたい曲を作ってそれが視聴者に響くことを願っていますと語ります。メンバーが純粋に音楽を愛し、それが原動力となっていることがわかりますね。今でも謙虚な姿勢を崩すことなく、アーミーを大切にしながら自分たちの楽曲を作っていく BTS。パパになってもおじいちゃんになっても音楽を愛する BTS の信念を持ち続けてほしいです。まとめ。今回はインタビューから伺えた BTS の今後の活動についてまとめてみました。解散危機を乗り越えたメンバーは BTS として末永く活動することに重きを置いてくれているようです。この先 BTS がどのように活動していくことになるのかはまだ誰にもわかりません。今後も音楽やアーミーのことを大切に思うメンバーの気持ちを尊重し、寄り添うように応援していけると素敵ですね。